皆さんこんにちは、うつベンチです。今回はベンチプレス停滞している人のセットの組み方3選というお話をしたいと思います。ベンチプレスを必死に練習しているのにマックス重量がなかなか伸びないとか、頑張っているのに停滞してしまっている。これはベンチプレスを頑張っている多くの人が経験する問題だと思います。もちろん僕も経験していますし、なんなら今現在も停滞中だったりもします。ベンチプレスで重量が伸びない原因はいくつかありますが、その一つにセットの組み方があります。重量が伸びづらいセットの組み方をしてしまうと停滞の原因になってしまいますが、それを知らずに伸び悩んでいる人も多いです。そこで今回は停滞している人のセットの組み方の特徴3選とその解決策についてお話しします。この動画では停滞している人のセットの組み方3選、セットの組み方の最重要事項、おすすめのセットの組み方という内容でお話ししていきます。このチャンネルではベンチプレスが強くなるための動画をいろいろと出していますので、気になる方はチャンネルに遊びに来てください。役に立ちそうだなと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いします。うつベンチ LINE 公式アカウントでは無料でメニュー作成やフォームチェック、お悩み相談もやっていますので、概要欄からお気軽に友達追加とメッセージください。3ヶ月以上継続していただいた方のマックス更新率は 90% 以上となっています。動画で事例も紹介しているのでよろしければご覧ください。あと最近ですね、ベンチプレス研究所という文字起こしブログも作成しましたので、じっくり読みたい方は概要欄にリンクがありますので、こちらもぜひ遊びに来てください。では重量が伸び悩んでいる人のセットの組み方の特徴3選をご紹介します。注意点として、今回の話の内容は僕がメニュー作成をさせていただいている300名ほどから普段の練習内容をお聞きした結果をもとにお伝えしています。僕の動画から LINE 公式アカウントに登録していただいている方という時点でバイアスがかかっていることはご了承ください。また今回紹介するセットの組み方が完全に間違っているというわけでもありません。場合によってはそれで伸びるケースもありますが、僕としてはお勧めしませんという内容になっています。では本題に入りましょう。停滞している人のセットの組み方1つ目は低レップセットのみです。低レップセットのみ、例えば3レップ ×5 セットや5レップ ×5 セットなどのセットの組み方は筋力とか神経系の向上に効果がありますが、特に初心者中級者は低レップのみのセットの組み方だと重量が伸びづらいです。低レップセットは筋力の向上には適しているんですけれども、筋肥大や筋持久力の向上にはあまり効果的ではありません。なぜかというとトレーニングボリュームが稼ぎづらいからです。今のところ筋肥大に有効な要素というのはトレーニングボリュームだと言われているので、これが稼げるかどうかというのはセットを組む上で一つの指標になります。例えば 90kg×3 レップ ×5 セットだとトータルボリュームは 1350kg ですが、 70kg×10 レップ ×5 セットだとトータルボリュームは 3500kg です。約 2.5 倍ですね。3レップセットで10レップセットと同じだけのトータルボリュームを出そうとすると13セットを行う必要があります。3レップ ×13 セットを時間的体力的にできる人はいいですが、それができるのであれば10レップ10セットやってもかかる時間は同じかもしれません。つまりトータルボリュームを大きくするという意味では低レップセットよりも高レップセットの方が有利だということです。また10レップなどの高レップセットは筋持久力を向上させることができます。巷では筋肥大に筋持久力は必要ないと言われることが多いですが、僕はそうは思いません。筋持久力が向上することでより多くのレップ、より多くのセットをこなすことができるので、最終的に筋肥大します。筋肥大すれば筋断面積に応じて筋力も向上するので、結果的にマックス重量を伸ばすことができます。またより多くのレップ数をこなすことでベンチプレスの練習量が増え、ベンチプレスが上手くなります。つまり高レップセットを組むということは一石三鳥ということですね。もちろん低レップセットが必要ないということではなくて、神経系筋力強化の練習は必要です。この神経系筋力強化はトップシングルで行うのがいいと思います。トップシングルはその日の一番重い重量を一発行うセットのことです。練習の流れとしてはアップ、トップシングル、セットという流れで行っていくことで神経系筋力強化をしつつトータルボリュームを担保することができます。これは昔から行われているセットの組み方ですよね。何も特別なことは言ってないんですが、この組み方を行っていない人が多いです。基本のセットの組み方なので、低レップセットに偏ってしまって伸び悩んでいる場合は一度基本に立ち戻ってみるといいかもしれません。停滞している人のセットの組み方2つ目は毎回限界近くのレップ数を行うです。
多くの SNS の発信などでトレーニングは限界まで行うことで効果を発揮すると言われていますが、実際には毎回限界近くのレップ数を行うことは過度な疲労や怪我のリスクを高めます。また限界近くのレップを行うときは粘ったり少し脇が開いたり左右差が出たりしてフォームが崩れることも多いです。このようなフォームを繰り返すことで悪いフォームが定着します。変な癖がついてしまうということですね。僕はこれを負の反復練習と呼んでいて、ベンチプレスの重量停滞、原因は反復練習、解決するセットの組み方というテーマで以前にお話ししています。これを防ぐためには適度な負荷を保ちながらトレーニングを行うことが重要です。とはいえちょっと前に流行った RPE を用いたセットの組み方はあまりお勧めしていません。RPE は上級者以上の人が使うには優れたツールですが、初級者から中級者のうちは使用する必要はないと考えています。理由はいくつかあるんですが、最大の理由としては RPE を適切に測定できないからです。RPE というのは一般的に5から10の数字で表されるもので、定量的、これは数字で表すことができるということですね。定量的に体幹を表すことで適切なトレーニング強度を保つ方法です。ですがこの RPE というのは定量的に見えるんですが、詰まるところフィーリングです。どれだけ精度が上がっても定性的、これは数字で表せないこと、定性的な方法ということの域を出ません。特に初級者から中級者のうちは日によって体幹が大きく違うということがあります。これはフォームの安定性の問題で、その日のコンディションによってフォームの質が大きく左右されることにあると思っています。上級者の方は経験とか技術的にある程度そこを把握して調節できることができるので RPE の精度を高くすることができますが、初級者から中級者のうちはなんか今日調子悪いなっていうことがよく起きて、セットの途中から調子が上がってきて4セット目から軽く感じましたなんていうことがよく起こります。この現象が出る人はアップの段階でしっかりフォームが組めていない可能性があるので、ちょっと注意した方がいいかもしれません。この状態で RPE を用いたセットの組み方をすると、日によって RPE が変動するどころか1日のセットの中で RPE が変動して結果的にレップ数もバラバラになったりするので、もう何が何だかわからなくなります。ではどうしたらいいのかということですが、限界のセットの重量から10キロぐらい落として、成功したら次回の練習でプラス 2.5 キロを繰り返して、また限界が来たら10キロ落としてというのを機械的に繰り返すのが良いです。これを行うことで追い込まないフェーズではフォーム重視の練習ができて、追い込むフェーズでは限界値を引き上げる練習ができます。追い込まないフェーズと追い込むフェーズのどちらも重要で、どちらか一方が優れているということではありません。追い込む vs 追い込まないというのはネット上のエンターテインメントとして見るのはいいんですが、そんなことを言っているのは筋トレ業界だけで、普通のスポーツではありえない議論です。面白くないかもしれないですが、どっちも重要っていうのが当たり前すぎますが事実です。繰り返しますが、0か100の思考で上達するスポーツはありません。常に追い込まないとトレーニング効果が出ないと感じるかもしれませんが、筋肥大において重要な要素はトレーニングボリュームであると言われているので、気にしなくて大丈夫です。これは超上級者の場合は少し別で、長年トレーニングをして人体の限界まで筋肥大していたり筋出力を高めた人たちというのが、さらにその上を行こうとする場合は話が少し別です。ですが 99.9% の人はその域には達しないので、毎回追い込む必要がありません。伸びしろが大きい初級者から中級者の方がこれを真似るのは意味がないとは言わないですが、リスクが大きいだけなのでやめた方がいいです。限界のセット重量から限界のセット重量マイナス10キロの間を機械的に行ったり来たりすることで、フォーム重視の期間と重量重視の期間を自動的にこなすことができるので、フォームが崩れづらく、時には追い込む練習をすることができます。これの最大の敵は飽きですので、その練習に意味を見出せるようにコンセプトをしっかり理解して行うことをお勧めします。セットは筋トレではありませんという話でもお話ししましたが、セットをフォーム練習と思って取り組むことでこの飽きも乗り越えることができると思います。停滞している人のセットの組み方3つ目は、その日の気分でセット内容を変えるです。意外と多いのがこのパターンなんですよね。その日のトレーニングの前に今日は何やろうかな、よし今日は5レップ5セットやろう、また別の日は
今日は3レップで8セットやろうという感じですね。これの何が良くないかという話ですが、計画的なトレーニングができず、振り返りもできないというところですね。この後にお話ししますが、トレーニングに超重要なのは全身性過負荷の原則です。全身性過負荷の原則というのは、少しずつ負荷を大きくしましょうねという意味ですね。その日の気分によってトレーニングメニューを変えてしまうと、重量を伸ばす上で重要な全身性過負荷の原則を満たすのが難しくなります。全身性過負荷の原則の観点で考えると、毎日気分で違うメニューを行っていると、全身的に少しずつ負荷が増加しているのかという観点から進捗を把握しにくい場合が多いです。記録をこまめにとって管理していけばできないことはないですが、正直難しいと思います。非線形ピリオダイゼーションの考え方に基づいてブロック分けして負荷を調節するような考え方で行っている場合は有効になる場合もありますが、多くの場合はそういった観点で管理されていません。この進捗管理というのが大事で、定期的にメニューを客観的に見直して負荷が増えているのかどうかというのを確認するのが本当に超重要です。そのためにはどうすればいいかというと、ある程度の期間は決められたセットの組み方を行うということです。セットの組み方にルールを作ると言い換えてもいいかもしれません。例えば10回5セットがクリアできたら、次回はプラス 2.5 キロする。クリアできなかったら重量を落として少しずつまた積み上げるとか、すでに8週間やることが決まっているプログラムをやるという方法があります。それがベストかどうかは置いておいて、一定のルールの中で一貫性を持って練習しないと、重量がなぜ伸びたのか、なぜ伸びなかったのかという再現性を見つけ出すことができません。この再現性を見つけるという作業が継続的に重量を伸ばしていく上で超重要で、全身性過負荷の原則とかピリオダイゼーションが重要ということの根幹になっている部分です。よく考えてみると、なぜ全身的に負荷を増やすのが大事なのかということですよね。これは先人たちがいろいろな方法を試していく中で、全身的に負荷を増やしていくことで多くの人が重量を伸ばすことができたからですよね。ここに再現性を見出したので、現代ではこれが原則になっているわけです。ピリオダイゼーションに関しても同様です。ですので、自分の練習でいかにこの再現性を見出すかというのは非常に重要な要素になってきます。話を元に戻すと、計画性のないトレーニングメニューというのは過去の練習を振り返った時に再現性を見出すことが非常に困難になります。なぜなら目的とか流れっていうのがわからないからですね。これだとやっぱり伸びないんですよ。僕はこの再現性の発見というところに関しては、それが全てと言っていいほど力を入れていて、セットの組み方はもちろんなんですけれども、フォームに関しても再現性っていうのを最重要視しています。この再現性を見つけるためにも計画的なトレーニングメニューを行うというのが重要になります。ここまでお話しした3つのセットの組み方は、先ほど触れた全身性過負荷の原則とピリオダイゼーションを取り入れてないという共通点があります。低レップセットのみでセットを組むというのはピリオダイゼーションの考え方から外れます。またトレーニングボリュームを全身的に増やしていくという考え方からもやや外れていますね。毎回追い込むパターンというのは全身性過負荷の原則にもピリオダイゼーションにも背きます。気分次第のトレーニングはもちろんどちらにも反します。この全身性過負荷の原則とピリオダイゼーションに関しては僕の動画内でもしつこいぐらいお話ししているので、いつも見てくださっている方はまたかよと思うかもしれませんが、復習だと思って聞いてください。人に具体例を提示して説明できるぐらいに理解できていると、自分の中にしっかりと取り込めていると思います。知識として知っていて人に説明ができて当然のように実行できる状態まで染み込ませるっていうのが大事ですね。ではまず全身性過負荷の原則です。これは少しずつ負荷を上げていくことで体が適応していき、トレーニング効果を最大化するというものですね。この原則は非常に重要で、僕が最も大事にしている原則の一つです。負荷には重量、レップ数、セット数、インターバル、TUT、これは緊張化時間ですねなどがあり、これらをコントロールする必要があります。必ずしも重量とか回数だけではなくて TUT を長くすることも含めることができるので、負荷の調節は非常に細かくすることができます。例えばその日の練習の重量やレップ数が少なく感じることがあっても、決められたセットを決められたレップ数で全身的に進めていくことが重要です。
追い込みまくって負荷が増えないというのは全身的ではないということになりますね。次にピリオダイゼーションです。これは木分けトレーニングのことで、決められた期間で重量やレップ数を変更していくトレーニング方法です。ピリオダイゼーションには大きく分けて線形ピリオダイゼーションと非線形ピリオダイゼーションがあります。線形ピリオダイゼーションは一定期間に区切って重量を上げレップ数を減らしていく方法です。例えば1周目に 80kg×10 レップ ×5 セット、2周目に 85kg×8 レップ ×5 セット、3周目に 90kg×5 レップ ×5 セットのように週ごとに重量を上げてレップ数を減らしていきます。僕がおすすめするのはこっちですね。こっちの線形ピリオダイゼーションの方です。非線形ピリオダイゼーションは毎回のトレーニングにおいて重量やレップ数、セット数を決めずに行う方法です。伸びない人のセットの組み方の3つ目で紹介したその日の気分でセットの内容を変えるというのは非線形ピリオダイゼーションに含まれます。非線形ピリオダイゼーションが有効とされるケースもありますが、基本的には上級者に限った話と思っていただいて大丈夫です。管理がしづらい上に再現性の担保が非常に困難なのでおすすめはしません。ここまでで停滞する人のセットの組み方を3つ、トレーニングの超重要事項を2つご紹介しました。では具体的にどのようなセットの組み方が良いのかという話ですが、停滞するセットの組み方の3つというのを除いて重量を伸ばすための超重要事項2つを含んだ18号プログラムをおすすめしています。18号プログラムの詳しい内容はベンチプレス9割以上の方の重量が伸びたセットの組み方18号プログラムで詳しくお話ししているので、よろしければこちらもご覧ください。冒頭で少しご案内いたしましたが、ベンチプレス研究所という文字起こしブログもやっているので、文章の方がいいよという方はこちらも読んでみてください。18号プログラムというのは10レップ ×5 セットから始め、次に8レップ ×5 セット、最後に5レップ ×5 セットというのを行うプログラムです。セットの組み方は以下のようになります。まずセットのスタート重量は10回5セットがギリギリできる重量のマイナス 10kg からスタートします。例えば10回5セットが 75kg でギリギリであれば、セットのスタート重量を 65kg×10×5 からスタートします。スタート重量の決定方法については主に3つあると思っていて、1つ目は過去の記録を参考にする方法です。過去に10回5セットがクリアできた重量から 10kg 引いてプログラムをスタートします。次に10回1セットがギリギリの重量から計算する方法です。10回1セットがギリギリの重量を計測して、そこから 5kg 引いた重量を10回5セットギリギリの重量と仮定します。さらにそこから 10kg 引いた重量がプログラムのスタート重量ですね。3つ目にマックス重量から10回5セットがギリギリの重量を計算する方法です。マックス重量から10回1セットの RM 換算を算出して、その重量から 5kg 引いて10回5セットギリギリの重量と仮定します。スタート重量の計算に関しては僕のブログの方で計算シートを公開しているので、よろしければご利用ください。こちらでは少しだけ計算方法が違いますが、そんなに気にするほどの違いではないので、ぜひご利用ください。スタート重量が決まったらプログラムをスタートします。今回は 65kg×10 レップ ×5 セットをスタート重量とします。65kg×10×5 が成功したら、次回の練習の時はプラス 2.5kg 重量を上げて 67.5kg×10×5 でセットを組みます。67.5kg×10×5 が成功したら、次回の練習の時はプラス 2.5kg 重量を上げて 70kg×10×5 でセットを組みます。これを繰り返しているとどこかで上がらなくなると思います。例えば5セット目が8レップになってしまうという場合が考えられますね。その場合、次回の練習では同じ重量で8レップ5セットを行います。例えば 72.5kg×10×5 の5セット目が8レップになってしまったと仮定しましょう。その場合、次回の練習では 72.5kg×8 レップ ×5 セットを行います。ここでも同様に成功したら次回の練習でプラス 2.5kg 重量を上げていきます。レップ数を減らしたところで重量が軽すぎると感じることがあるかもしれません。このレップ数の切り替わりの段階ではフォームを整えることに集中してください。10レップでギリギリのセットを行った後はフォームが崩れていることが多いです。これをしっかり整えてあげるという感じですね。
テンポベンチでセットを行って負荷を調節するのもいいと思います。例えば3秒かけて下ろしてボトムで1秒止めて2秒かけて上げるとかですね。このようにレップスピードを変えて負荷をコントロールすることでフォーム練習にも非常に有効です。8レップセットでも同様に進めていくとどこかで8レップが上がらなくなると思います。例えば 77.5kg×8 レップ ×5 セットの4セット目と5セット目が5レップになってしまったと仮定します。その場合次回の練習では失敗した重量と同じ重量で5レップ ×5 セットを行います。 77.5kg×5 レップ ×5 セットということですね。ここでも重量は据え置きでレップ数が減っているので楽に感じると思いますが、それで大丈夫です。理由は前述の通りですがフォームを整えるためです。5レップ5セットでも同様に進めていくとまたどこかで上がらなくなります。今回は 85kg×5 レップ ×5 セットの5セット目が4レップで失敗したとしましょう。次回の練習では 85kg のレップマックスを測ってみてください。例えば 85kg で7レップできたとすると RM 換算で 1RM は 99kg、 8レップだと 102kg になり 1RM100kg が射程圏にあることが分かります。ちなみにここで言っている失敗というのは必ずしも潰れるまで行うということではありません。フォームを崩さずに行える限界まで行うということですね。次のレップはもう絶対にいけないと思ったら置いていただいて大丈夫です。次のレップもフォームを崩さずにいけると思ったら下ろしてあげましょう。潰れるということではないというのは少し注意が必要かもしれません。この10レップ、8レップ、5レップのサイクルを1サイクルとして回して1サイクルが終了したら次のサイクルではスタート重量にプラス 2.5kg して再スタートします。今回の例で言うと 67.5kg×10×5 のスタートですね。ここはそんなに重要ではないので少し余裕を持ちたい場合は前回のサイクルと同じ重量からスタートしても大丈夫です。マックスを更新していたらそのマックス重量で新たにスタート重量を計算しても大丈夫です。頻度やインターバル、トップシングルの組み方に関しては先ほどもご紹介しましたが18号プログラムの方の動画で詳しくご紹介していますのでこちらをご覧いただけると幸いです。では今回のまとめです。ベンチプレスの重量が停滞している人の特徴としては3つあります。1つ目、低レップセットのみのセットの組み方。2つ目、毎回限界近くのレップ数を行う。3つ目、その日の気分でセット内容を変えるです。改善策としては1つ目、高レップセットも取り入れる。2つ目、限界からマイナス 10kg ぐらいのところを行ったり来たりする。3つ目、計画的なトレーニングメニューを行うということでした。トレーニングの超重要事項として全身性過負荷の原則とピリオダイゼーションを意識することが重要です。おすすめのセットの組み方としては18号プログラムをおすすめしますという内容でした。ということで今回は以上です。この動画が参考になったよとか応援してあげてもいいよと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価をしていただけると嬉しいです。うつベンチ LINE 公式アカウントでは無料でベンチプレスのメニュー作成やフォームチェック、お悩み相談もやっていますので概要欄からお気軽に友達追加とメッセージください。3ヶ月以上継続してメニュー作成していただいた方のマックス更新率は 90% 以上となっています。動画で事例も紹介しているのでよろしければご覧ください。最近 YouTube の文字起こしブログも始めたので動画を見れない環境の時とかじっくり読みたいよという場合はこちらをご覧いただければと思います。これも概要欄に貼ってあります。18号プログラムの計算ツールも頑張って作りましたのでぜひご利用ください。はい、それではこれからもベンチプレス頑張りましょう。それではまた次回、バイバイ。